さあ、今回もプロ野球選手解説、やっていくよ。8回目の今回は、ガッツの愛称で親しまれたあの選手だよ。その選手とは、日ハム、巨人、中日に在籍していた、小笠原道弘選手だよ。独特なバッティングフォームが特徴で、ウプ主も好きな選手の一人だよ。それじゃあ早速、解説やっていくよ。小笠原道弘、1973年10月25日生まれ、千葉県出身の元プロ野球選手、ポジションは内野手と捕手、今現在は、日本ハム一軍ヘッドコーチ兼打撃コーチを務めているよ。愛称はガッツ、北の侍、ミスターフルスイングで、2006年のパリーグと、2007年のセリーグで MVP を受賞しているよ。7歳から野球を始め、千葉西リトルリーグでプレーする。1989年に行政国際高等学校に進学したが、入学時は全く無名の選手で、当時の監督曰く、千葉西リトルの中学2年生で欲しい選手がいて、その選手を取る代わりに頼まれたのが、どこからも声のかからない小笠原だったそうだよ。それまでは遊撃手、三塁手、外野手の複数のポジションをこなしていたが、高校進学後に二塁手にコンバートされ、翌1990年にはチーム事情から捕手を兼ねるようになるよ。2年生の時には同期のエース北川を擁し、二塁手、5番打者として1990年夏の千葉大会決勝に進むが、成田高校に敗れ甲子園出場を逸する。高校通算本塁打は0本で、県内でも注目された選手ではなかったよ。卒業後は NTT 関東に入社。ポジションは、仮に選手としてダメでも壁で残れるから、という理由で捕手を続ける。沖原と共に中心打者として活躍し、後に日本ハムでも同僚となる立石とバッテリーを組むよ。1996年の第67回都市対抗野球に、沖原、立石と共に新日鉄機密の補強選手として出場。JR 東海との1回戦では2番打者として起用され、3本の二塁打を放つなど活躍。立石、森進次らの完封リレーで勝ち上がる。ヤマハとの2回戦でも勝ち越しの本塁打を放ち、準々決勝に進むが朝日生命に敗退した。この時のチームメイトに4番打者の松中信彦がいるよ。1996年のドラフト会議で、日本ハムファイターズから3位指名を受ける。入団会見では、首位打者を取れるような打者になりたいと宣言したよ。1997年は開幕1軍入りを果たし、内野手登録だったものの、23試合で捕手として先発出場している。1998年に、それまでの内野手登録から捕手登録に変更される。主に代打での出場だったが、打率3割2厘と好成績を残すよ。5月22日にキャッチャーフライを取ろうとして、左手人差し指を骨折し、登録抹消されたが、傷が完治する前の7月7日に1軍登録されると、その日の試合で代打本塁打を放つ。そしてこのことがきっかけで、ガッツの愛称が定着したよ。1999年は打撃を生かすため一塁手に転向。西浦とのポジション争いの結果、一塁手の座を勝ち取る。足の速さを買われて2番打者を務め、一切バントをしないことから、バントをしない2番打者として、開幕からレギュラーに定着しブレイク。また、西武ライオンズのルーキー、松坂大輔のプロ初登板初先発の試合では、8回に松坂のプロ初失点初被弾となる2点本塁打を浴びせた。打率2割8分5厘、25本塁打、83打点など、リーグ内でも上位の成績を残すよ。2000年に打率3割2分9厘、31本塁打、102打点、当時リーグ新記録の126得点、球団新の182安打をマークして最多安打のタイトルを獲得。また、リーグ3位の24盗塁を記録したよ。2001年はシーズン当初の打順は主に2番や3番であったが、後半戦から1番に定着。千葉ロッテの福浦との首位打者争いには敗れたが、打率3割3分9厘を記録。ただ、本塁打数は32本と前年を上回ったものの、同年から試合数が増加したことや飛ぶボールの影響か、リーグ総本塁打数が1000本を超える打後年になったこともあり、順位を落とし、打点も86打点と前年を下回ったよ。しかしながら前年に続きパリーグ最多安打を記録。195安打はシーズン安打数両リーグで歴代2位の数字であり、イチロー以来、史上2人目となる複数年での180安打以上も記録したよ。2002年も、阪神へ移籍した片岡が抜けた打線の柱として3番打者に定着。同年の新ストライクゾーン導入もあり、リーグ平均打率が2割5分5厘と、他の打者が成績を落とす中で、それをものともせずに打ちまくり、打率3割4分で前年逃した首位打者を獲得。本塁打は32、打点は81と数値自体は前年と同程度だったが、それぞれリーグ6位、リーグ8位と順位を上げた。しかし、前年まで3年連続で記録した、フル出場が故障のため途絶えたよ。2003年にはチーム事情から三塁手に転向。
シーズン通して首位打者争いを繰り広げ、シーズン序盤は西武の和田と争い、阪神から日本ハムに移籍してきた坪井や、オリックスの谷とシーズン終盤まで繰り広げた。坪井、谷らを退けて打率3割6分という高打率で、2年連続で首位打者を獲得すると同時に、最高出塁率のタイトルも獲得。また、31本塁打、100打点を記録し2000年から4年連続で3割、30本塁打を達成するよ。2004年は、右第12付肋骨骨折で約2週間登録抹消され、またアテネ五輪出場による離脱の影響もあり、本塁打、打点は規定打席到達年で過去最低を記録。それでも、打率は3割4分5厘で5年連続3割を記録した。7月24日に社会人野球出身のプロ選手では、史上最速で通算1000本安打を達成。また、打率3割4分5厘を記録したことで、4年連続で打率3割3分以上を記録しているよ。2005年には、自己最多の37本塁打を記録するも、6年ぶりに打率3割を切った。三振も自己最多の114三振を記録。チームも5位に沈んだよ。2006年は開幕前の3月に開催された、第1回 WBC の日本代表に選出された。第1ラウンドで日本代表チーム初本塁打を放ち、決勝のキューバ戦では、押し出し死球や犠牲フライで3打点を挙げ、日本の優勝に貢献したよ。シーズンでは主に一塁を守り、打率3割1分3厘、32本塁打、100打点で本塁打、打点の2冠王並びに、自身初のパリーグ MVP にも輝き、ファイターズ25年ぶりの優勝、44年ぶりの日本一に貢献したよ。5月15日に FA 権を取得し、シーズン終了後に FA 権を行使。日本ハムから残留要請を受ける一方、読売からも入団の誘いを受けた。提示された契約年数並びに家族との同居が可能であることが決め手となり、2006年11月5日、巨人への移籍を正式に発表。背番号は日本ハム在籍時と同じに、日本ハム時代のトレードマークだったヒゲを、新しいことの始まり、男のけじめ、として自ら反り落として、入団会見に臨んだよ。2007年の開幕は、3番、三塁として先発出場。4月3日の中日戦にて、山本から巨人移籍後初本塁打を放った。5月28日のオリックス戦では、自身初の1試合3本塁打を記録。7月24日には移籍後初めて4番を任され、9月15日には史上4番目の速さで通算1500本安打を達成。最終的には2年連続の3割30本を達成。前年に続いての2年連続 MVP を獲得したよ。なおセパ両リーグでの MVP 受賞は江夏以来2人目であり、野手としては史上初の受賞となった。加えて、リーグをまたいでの2年連続 MVP 獲得も史上初だったよ。2008年前半戦は左膝の手術の影響もあり、打率は2割5分前後に低迷していたこともあり、1999年から9年連続で出場していたオールスターゲーム出場も逃すとともに、2008年北京オリンピックの野球競技、日本代表メンバーにも選出されなかったよ。しかし、試合に出場し続けることで7月頃に本人曰く、スイッチが入ったように復活。シーズン終盤9月の月間 MVP を受賞したり、7月20日にチームが阪神に、最大13ゲーム差をつけられた翌日から、残り66試合で11本の小柄弾を記録したりするなど調子を取り戻した。チームも小笠原の復調そのままに、最大13ゲーム離されていた阪神に追いつき、逆転優勝を達成。前年、前々年に匹敵する成績を残した。9月19日には史上35人目となる通算305本塁打を放ち、10月23日のクライマックスシリーズ第2ステージの中日戦で、朝倉から1回裏にツーラン本塁打、2回裏には満塁本塁打と2打席連続で本塁打を放ち、クライマックスシリーズ新記録となる1試合6打点を記録したよ。2009年は開幕前の3月に開催された、第2回 WBC の日本代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。1次リーグでは不振だったが、2次リーグに入ると復調。敵地打を放つなど主に5番打者として全試合に出場し、決勝でも先制打を打って日本の2大会連続2度目の優勝に貢献した。シーズンでは年間通して3番に座り安定した働きを見せ、チームのリーグ3連覇に貢献。オールスターゲームにも選出された。移籍後初の3割30本塁打100打点を記録したよ。2011年は新外国人のライアルの加入、原の意向で三塁手に挑戦した亀井の起用、小笠原の負担軽減などを視野に入れ、一塁手に固定された。5月5日には、阪神戦の8回裏に小林から安打を記録し、通算2000本安打を達成した。
通算1736試合での2000本安打達成は川上、長島、張本に次ぐ歴代4番目の速さとなる。しかし5月14日に左ふくらはぎ負傷で登録抹消され、8月14日にも左手首剥離骨折で登録抹消されるなど故障や不調に苦しみ、83試合の出場にとどまり、打率2割4分2厘、5本塁打、20打点で、1998年以来13年ぶりに規定打席に到達しなかったよ。2012年は開幕スタメンで出場するも、前年同様打撃不振に苦しみ、プロ入り最小の34試合の出場にとどまり、打率1割5分2厘、15年ぶりにシーズン無本塁打となった。2年契約が終わり、12月5日の契約更改では、当時の NPB 史上最大の減額となる3億6000万円減の、年俸7000万円で公開したよ。2013年春季キャンプ中の2月17日、フリー打撃で左手の人差し指を15針縫う怪我を負ったこともあり、開幕を2軍で迎えたが、5月18日の西武戦で4回に西満塁の場面で代打で今季初出場し、三振に倒れる。6月5日の日本ハム戦では、麻酔からサヨナラスリーラン本塁打を放つ。小笠原の本塁打は2年ぶりであった。しかし、同月29日に1軍登録抹消されると、怪我などもあってこの後の1軍昇格はなく、この年は22試合出場で打率2割5分、本塁打1本に終わり、日本シリーズの出場資格枠40人にも入らなかったよ。シーズン終了後の11月10日に FA 宣言する意思を表明。球団としては構想外ではあったが、功労者を戦力外として出て行かせてはならないと、残留を進めた上で出場機会のある他球団への移籍も考えていた。9月より球団と話し合いを重ね、宣言の数日前に、新しいところで挑戦、と決断したよ。2013年11月26日に中日への入団が発表され、当日入団会見が行われた。2014年は、代打の切り札として起用される場面が多かったが、開幕直後は森野が休養日の際のスタメン、交流戦は指名打者での出場もあった。4月9日のヤクルト戦で、押本から移籍後初のツーラン本塁打を放ち、また、代打6打数連続安打、代打9打席連続出塁を記録するなど、打席数は100打席に満たなかったものの、打率3割1厘をマークする活躍を見せた。また、巨人時代に沿っていたヒゲも、トレードマークとして再び生やしているよ。2015年7月に入って出場選手登録を抹消され、同28日に再び1軍に昇格したが、わずか2試合で再び2軍へ降格した。一部スポーツ紙から、来季以降の去就が注目される報道がなされる中、9月12日に1軍に復帰し、その日の対ヤクルト戦で小川より敵地打を放ったよ。2015年9月15日、中日新聞の市場において谷繁選手兼任監督と共に、今季限りで現役を引退することが報じられ、同17日に名古屋市内で記者会見を行い、正式に引退を表明。引退試合となった9月21日の古巣巨人戦では、5番一塁手としてスタメン出場し、4回の第2打席で遊撃への内野安打を放って、広島の前田智則を上回る、歴代通算安打数単独26位となるよ。10月3日には、2016年シーズンからの2軍監督就任が決定し、10月5日のフェニックスリーグより指揮を取ることが発表されたよ。2016年からは中日の2軍監督を務めた。同年ウエスタンリーグ2位、翌2017年も2位だったが、2018年には最下位となり、2019年は4位で全日程を終え、9月28日に同シーズンをもって中日の2軍監督を退任することが発表されたよ。10月9日、翌年から古巣の日本ハムに、1軍ヘッド兼打撃コーチとして、14年ぶりに復帰することが発表され、翌10日に会見が行われたよ。今回はこの辺にしておこうか。この選手の印象としては、入団した時は保守であったということはあまり知らなくて、あまり期待されていなかったことにも驚いたよ。まあ、こういった選手がプロに入って覚醒するっていう例もあるから、そういった選手の方が見る側としては楽しみでもあるね。それじゃあ今回はこの辺で、ご視聴、ありがとうございました。